ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、DC ユニバースの新作映画、スーパーガールの主演女優、ミリー・オールコックのインタビューでの発言が大炎上している話題についてよ。しかも、今回はいつものアンチや保守的なファンからだけじゃなくて、普段は女性主導の映画を応援しているフェミニスト側からも激しい反発を受けているの。フェミニストの人たちからも見放されとると？普通、女性が主役のヒーロー映画って、そういう人たちが一番応援してくれそうなのに、一体何をやらかしたん？今日は主演女優ミリー・オールコックがバラエティのインタビューで何を語って炎上したのか、そして白雪姫やザ・マーベルズの失敗から何も学んでいない DC のマーケティングのヤバさについて徹底的に解説していくよ。白雪姫とかザ・マーベルズで主演が余計なこと言って大炎上したり、興行的に大爆死したやつやんね。それと同じ道を全力でダッシュしとるってこと？これはかなり闇が深そうばい。しっかり聞かせてもらうけんね。それじゃあ順番に見ていくよ。まず今回の炎上の火付け役になったのが映画評論家で YouTuber のグレース・ランドルフ氏なの。彼女はこれまで女性主演のコミック映画を積極的に支持してきた人物なんだけど、今回のスーパーガールのプロモーションには完全に愛想を尽かしているんだよ。味方のはずの評論家を敵に回すって相当な言葉い。そのグレース・ランドルフさんは何にキレとると？グレース・ランドルフ氏はミリー・オールコックのバラエティでのインタビューをひどいものだったと痛烈に批判したの。信じられません。もし私が彼女の広報担当者だったら、お願いだからもう喋らないでって言うでしょうねとまで言っているんだよ。お願いだからもう喋らないでって広報として最大の心の叫びやん。それくらいヤバい発言をしたってことやね。具体的に何を言ったと？実はミリー・オールコックインタビューの中で女性が主役のスーパーヒーロー映画は見ていないと認めた上で、おそらくあまり面白くないだろうって冗談交じりに語ったの。つまりブラック・ウィドウやキャプテン・マーベル、ワンダーウーマンといった作品を一切見ていないってことなの。はぁ？自分が今から女性主役のスーパーヒーローを演じるのに過去の先輩たちの作品を一切見てないって？しかも面白くないだろうってディスったと？そりゃあ炎上するに決まっとるばい。グレース・ランドルフ氏もまさにそこを指摘していて、ミリー・オールコックの発言は本当にひどいと一刀両断しているの。スーパーガールを引き受ける前にガルガドット演じるワンダーウーマンなどをしっかり研究して、何がうまくいって何がダメだったのか、観客とどう繋がったのかを学ぶべきだったと主張しているんだよ。ほんとそれ、リスペクトがなさすぎるばい。普通なら先輩たちの作品を見て勉強しました、光栄ですっていうのがセオリーやろ。グレース・ランドルフ氏も女性同士で協力し合うべきだと述べていて、ワンダーウーマンやブラック・ウィドウの足跡をたどることを光栄に思うと言うべきだったのに、見ていないと認めてしまった彼女を厳しく批判しているの。自分勝手すぎるやんね。でもさ、最近こういう主演女優がインタビューで余計なことを言って自爆するパターン多くない？葵、鋭いね。グレース・ランドルフ氏もまさにその点を指摘していて、この状況を実写版白雪姫のレイチェル・ゼグラーの事例と比較しているの。レイチェル・ゼグラーが数多くのインタビューで不用意な発言をして映画の公開前に悪影響を及ぼしたことを引き合いに出したんだよ。ああ、昔の王子様はストーカーとか言って大炎上したやつね。あれで完全にディズニーファン敵に回したもんね。グレース・ランドルフ氏は今頃は映画スタジオやスターたちは大作フランチャイズ映画の宣伝をする際に言ってはいけないことがあるって理解しているはずなのにと呆れているの。さらに興行的に大失敗に終わった MCU のザ・マーベルズにも言及しているんだよ。ザ・マーベルズも大こけした映画の代表格やんね。ガールパワーを押し出しすぎて空回りした感じやったばい。そうそう。グレース・ランドルフ氏の主張はシンプルなの。スーパーヒーロー映画を説教じみた内容やメッセージ発信のキャンペーンに変えてしまうと、あっという間に逆効果になるということ。ミリー・オールコックは観客を悪者扱いする前に、まずは観客と友好的な関係を築こうとすべきだって付け加えているの。正論すぎる。観客はお説教されたくて映画館に行くんやないんよ。エンタメを楽しみたいだけなんやから、主演が上から目線でファンを煽ったら誰も見に行かんばい。問題は主演の態度だけじゃないの。グレース・ランドルフ氏はこの映画のスーパーガールの描かれ方そのものにも大きな疑問を投げかけているんだよ。映画の中身にも問題があると？そう。
グレース・ランドルフ氏によると、ミリー・オールコックがファンが期待するほどスーパーガールのスーツ、コスチュームを着ていないことを明かしたそうなんだけど、それに大きな衝撃を受けたと語っているの。ヒーロー映画なのにスーツ着ないの？じゃあ何着て戦うと？私服？ファンから大きな反発を受けた写真があるんだけど、彼女はアルミホイル風の衣装を着ているシーンがあるらしいの。グレース・ランドルフ氏は、それによって映画からスーパーガールらしさが薄れて、原作コミックにも忠実ではなくなってしまうと危惧しているんだよ。アルミホイル風って、文化祭の出し物やないんやから。原作のあのアイコニックなスーツを見たいから、ファンは映画館に行くのに、それ着ないなら、もう別の映画やん。グレース・ランドルフ氏も、これでは、スーパーガール映画というより、ただのガールパワー映画になってしまう危険性があると述べているの。ここで、今回のスーパーガールがなぜここまでずれてしまったのか、映画の致命的なマーケティングのミスについて核心に触れていくよ。でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからも面白い。DC、またやらかしたな、と思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価をポチッとよろしく頼むばい。みんなの応援が、うちらが動画を作るエネルギーになるけんね。それじゃあ、続きを話していくよ。実は、グレース・ランドルフ氏は、この映画のターゲット層へのアプローチが決定的に間違っていると指摘しているの。ターゲット層の間違い？どういうこと？グレース・ランドルフ氏は、この映画が女性向けに作られていることで、かえって視聴者層を狭めてしまう可能性があると感じているの。彼女は大ヒットしたグレタ・ガーウィグ監督のバービーやザック・スナイダーの協力を得て、パティ・ジェンキンス監督が手掛けたワンダーウーマンを例に挙げて、これらの映画の監督たちは女性主導の作品であっても、男性観客の来場が必要であることをちゃんと理解していたと説明したんだよ。ああ、なるほどね。いくら女性主役でもスーパーヒーロー映画って圧倒的に男性ファンが多いけんね。これは女性のための映画です。男性はお断りみたいな雰囲気出されたら一番の顧客層を逃すことになるばい。その通り。グレース・ランドルフ氏はアルミホイル風の衣装は女性や LGBTQ のファンには共感を呼ぶかもしれないけど、この映画の主要観客層には全く響かないだろうと指摘しているの。注目すべきなのは、女性が主役のスーパーヒーロー映画の観客は圧倒的に男性が多く、ほとんどの女性映画ファンはそれらを見ていないという残酷な現実なんだよ。うわぁ。データが真実を物語っとるね。ターゲットにしてるはずの女性はヒーロー映画を見ないし、本来見てくれるはずの男性ファンは説教臭いし、原作無視だから見ないってなったら誰が見に行くと？まさにそこが問題で、興行収入の予測も怖いことになっているの。グレース・ランドルフ氏は、スーパーガールの予測値が大失敗したザ・マーベルズと比較されるレベルだと指摘していて、過去のワンダーウーマンやブラック・ウィドウの予測値から大幅に下がっていると警告しているんだよ。ザ・マーベルズレベルってもう完全な大爆死フラグやん。DC はお金かけてこんなの作って正気なんと？そこでグレース・ランドルフ氏が疑問を呈しているのが DC ユニバースのトップであるジェームズ・ガン監督の責任なの。ジェームズ・ガン監督は DC ユニバースを導くコミックブックファンだと自ら売り込んできたのに、なぜこんな原作に不忠実な方向性を承認したのかってね。確かに、ジェームズ・ガンってオタクの味方みたいな顔しとったやん。それなのに、スーパーガールがスーツを着ないわ、主演がコミックの先輩をバカにするわって完全にコントロールできてない場合。グレース・ランドルフ氏も、もし、このコミックの魅力を再現しないつもりなら、一体、どうして、この映画は、原作コミックと似ていないの？なぜ、そんなことをするの？と、呆れ果てているの。さらに、スーパーガールは、そこまで人気キャラじゃないのに、何度も起用する理由や、強力な悪役の不在、キャストのスターパワー不足など、映画の根幹戦略そのものにまで疑問を投げかけているんだよ。もうボロクソやん。でも、これ言っとるのが、いつものアンチじゃなくて、女性ヒーロー映画を成功させたいって思っとる、フェミニストの評論家ってところが重いよね。そこが一番重要なんだよ。今回のスーパーガールへの反発は、もはや、ソーシャルメディア上の懐疑的なファンだけじゃなくて、保守系メディア、キリスト教徒の視聴者、そしてフェミニスト評論家まで、あらゆる層に広がってしまっているの。四面楚歌やん。右からも左からも怒られとる。DC としては公開1ヶ月前にこんな事態に陥ることは絶対に望んでいなかったはずなの。
本来なら壮大な SF スーパーヒーローアドベンチャーとして売り出すべきだったのに、今の議論の焦点は映画の出来栄えじゃなくなっているからね。主演がワンダーウーマン見たかどうかとか、なんでスーツ着ないんかとか、本編と関係ない炎上騒ぎばっかり注目されとるもんね。すでに興行収入面で巨大なプレッシャーにさらされている映画にとって、これは非常にまずい状況だと言わざるを得ないね。主演の余計な一言と制作陣の履き違えたガールパワーのせいで、せっかくの映画が沈没寸前やね。公開後にどんな評価が下されるのか、ある意味見ものばい。ということで、今日はスーパーガールの主演女優の失言炎上とフェミニストすら見放す DC のマーケティングの失敗について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。